at, in, on。字骸はこの形。今日はこの3つを図で分けていきましょう。よく使う12個の前置詞を並べました。今日はこの3つだけ。at は一つの点。in は内側。on は接している。これだけ。同じ場所でもどう見るかで前置詞が変わります。そこを最後まで見ていきましょう。まず一つ目。at。核となる意味から。at の核は一つの点として扱うこと。広がりを持たせず一つの点に絞ります。at the station。駅で。指しているのは地図の上の一つの点。in the station。駅の建物の中で。こちらは囲みの中。on the platform。ホームの上で。こちらは面に接している形。同じ駅でも見方が変われば前置詞が変わる。ここが今日の出発点。次は場所の枠。at the door を見ましょう。at the door。ドアのところで。建物を一つの点として扱い、中に入っているかは言っていません。He's waiting at the door。ドアのところで待っている。位置を点で指しているだけ。Someone's at the door。誰か来てるよ。入り口に人がいるという意味。I'll meet you at the station。駅で会おう。待ち合わせの場所を一つの点で。in the station というと、建物の中にいるといったことになります。場所の次は時刻の枠。扱い方は全く同じ。at 7。7時に。時刻は時間の上の一つの点で、幅を持たないので、at。The meeting starts at 7。会議は7時に始まる。始まるのは一瞬なので、幅のない点という扱い。Let's meet at noon。正午に会おう。正午も同じく一つの点。I'm busy at the moment。今は手が離せない。今という一瞬も一つの点。In the morning は幅。On Monday は面。だから、どちらも at ではありません。ここから at のつまずきどころ。at night。夜に。in the night。なら、その夜のうちに、ナイトをどう見るかが分かれ目。I work at night。私は夜に働く。夜は一日の中の目印という見方。at noon。at midnight。正午に、真夜中に。どれも一日の中に置いた目印なので、at。I woke up twice in the night。夜中に2回目が覚めた。こちらは、その夜という幅の中。どちらも正しい英語。ナイトの見方が違うだけ。盤面の下の段に行きましょう。なぜ to はダメか。arrive at the station。駅に着く。to は向かっている。arrive は着いた。で噛み合いません。We arrived at the station。駅に着いた。指しているのは一つの点としての駅。We arrived in Tokyo。東京に着いた。こちらは一つの点ではなく広い領域なので、in。I'm going to the station。駅へ向かっている。まだ着いていない間は、to。arrive to は実際には増えていますが、試験では at と覚えてください。最後の枠は覚えるところ。good at と good in。得意と状況に強い。ここは書くから導けないので、慣用として覚えます。She's good at math。数学が得意だ。こちらは身につけた技能の話で、書くからは導けません。He's good in a crisis。危機に強い。こちらは置かれた状況の話で、これも慣用として覚えます。盤面の下で引いて比べましょう。at noon。正午に。in the morning。午前中に。on Monday。月曜に。点。幅。面です。at はここまで。ここで3つに戻りましょう。at は1つの点。in は内側。on は接している。これはルールではなくネイティブの見え方。濃淡があるので、1つのルールで全部は決まりません。2つ目。in。
同じように角から見ましょう。in。その角は囲まれた中にあること。外側があって、その内側にいる。囲みの大きさは問いません。in the box。箱の中に。小さな囲みですが、外側と内側がはっきりあります。in the room。部屋の中に。箱より大きくても、見方は全く同じ。in the city。街の中に。街まで広げても、囲みの中であることは変わりません。点の at でも、面の on でもなく、囲みの中。これが in の角。次は場所の枠。in the station を見ましょう。in the station。駅の建物の中で、囲みの中にいて屋根の下にいるということ。She is in the kitchen。彼女は台所にいる。いるのは部屋という囲みの中。He is in the car。彼は車の中にいる。座席に座って囲まれている形。at the station。駅で。こちらは点として指すだけで、中にいるとは言っていません。at the station は点。in the station は屋根の下。同じ駅でも中身は別。その隣は広がりの枠。続いて、in Tokyo。in Tokyo。東京で。街も広い囲みとして見ていて、箱でも部屋でも街でも同じ扱い。We arrived in Tokyo。東京に着いた。街は広い囲みという見方。in Japan。日本で国まで広げても外側があるので同じ。in the city。街の中で。街も外側のある一つの囲み。外側があればいいだけで大きさは問いません。箱でも国でも同じ扱い。場所の次は時間の枠。時刻ではなく時間。in the morning。朝に。朝は幅のある時間で点ではないのでatは使えません。in April。4月に。月も幅のある時間なので囲みの中。in 2026。2026年にというのは幅のある考え方です。扱いは全く同じ。at 7。7時に。こちらは幅がなく一つの点なので、at。時刻は一つの点なので、at。朝や夜は幅なので、in。同じ時間でも、見方次第。盤面の下の段へ。ここが、in のつまずきどころ。in 10 minutes。10分後に。幅の中ではなく、指しているのは幅を使い切った先。I will be back in 10 minutes。10分後に戻る。会話でとてもよく使う形。within 10 minutes。10分以内に。10分という幅の中を指すなら、こちら。in 10 minutes は10分以内ではありません。10分という幅を使い切った先。盤面の下で引いて比べましょう。in the box。箱の中。in the room。部屋の中。in the city。街の中。大きさが変わっても、どれも囲みの中。3つ目。on。これも、角から。on の角は、面に接していること。中でもなく、点でもなく、面にくっついている形。on the table。テーブルの上に、テーブルという面に接しています。on the wall。壁に。壁も面なので、上に乗っていなくても、on。on the platform。ホームの上に、ホームという面に立って接しています。真上という意味ではありません。接していれば、on。だから、壁でも天井でも。次は場所の枠。on the platform。ホームの上を見ましょう。on the platform。ホームの上で、ホームという面に接していて、立っている場所を言っています。in the station。駅の建物の中で、こちらは囲みの中、屋根の下。on the platform。ホームの上で、面に接しているので、on。立っている、置いてある、貼ってある。どれも、面に接しているで説明できます。次は
真上ではないという枠。on the wall、壁を見ましょう。on the wall、壁に、壁も天井も面なので接してさえいれば、on、a picture on the wall、壁にかかった絵、垂直な面でも接していれば、on、a fly on the ceiling、天井に止まったハエ、下向きの面でも接していれば同じ。上下ではなく、接触しているかどうかが条件。上に乗るとは限りません。時間の枠に移りましょう。on Monday、曜日の言い方を見ましょう。on Monday、月曜に。曜日はカレンダーという面の一枠で、日付も同じ扱い。on July 4th、7月4日に。日付もカレンダーの枠なので、on at 7、7時に。時刻には幅がないので、こちらは点で、at in the morning、朝に。朝は幅のある時間なので、囲みの中と見て、in、時刻は at、朝や夜は in、日付と曜日は on、3つが時間でもそのまま聞きます。ここが on のつまずきどころ。次は乗り物の言い方。on the bus、in the car、バスで、車で。バスは床という面に乗ると見て、車は囲まれるので、in、he is on the bus。彼はバスに乗っている。中にいても床という面に乗っている扱い。she is in the car。彼女は車に乗っている。車は座って囲まれるので、in、on the train、on a plane。電車で、飛行機で。立って歩ける乗り物はどれも on。立って歩けるかどうかが分かれ目。座って囲まれるなら in。満面の下で引いて比べましょう。on the table、テーブルの上。on the wall、壁に。on Monday、月曜に。どれも面です。on はここまで。3つ揃いました。at は1つの点。in は内側。on は接している。ここからが本題。同じものを3つの見方で並べましょう。まずは、駅で。at the station、in the station、on the platform。at は、駅という一つの点。地図の上の目印。in は、駅の建物の中。屋根の下にいる形。on は、ホームという面の上。言っているのは、立っている場所。同じ駅なのに見方が変わると前置詞が変わる。これが3つの関係。時間でも同じ。at 7は点。in the morning は幅。on Monday は面。at 7、時刻には幅がないので1つの点。in the morning、朝には幅があるので囲みの中。on Monday、月曜日はカレンダーの枠。つまり面。場所で覚えた3つがそのまま時間にも効きます。覚え直す必要はありません。大きさでも変わります。同じ着いたでも前置詞は別。We arrived at the station。駅に着いた。指しているのは一つの点としての駅。We arrived in Tokyo。東京に着いた。街は広い囲みという見方。小さく指すなら at。広がりとして見るなら in。同じ着いたでも前置詞は別。ここからは発展。同じ契約書の中に in と on の両方。in the contract。契約書に書いてある。条項が入っている囲みという見方。put your name on the contract。契約書にサインする。サインは紙の面に載るので on。中身は in。サインは on。同じ書類でも見方が変わると前置詞が変わります。ではクイズ形式で復習しましょう。全部で4問。第1問。会議は7時に始まる。7時には何を使うでしょう。答えは at 7。時刻には幅がないので一つの点。第2問。月曜に会おう。月曜には
何を使うでしょう。答えは on Monday。曜日はカレンダーの枠。つまり、面。第3問。彼はバスに乗っている。バスには何を使うでしょう。答えは on the bus。中にいても床という面に乗っている扱い。第4問。彼女は台所にいる。台所には何を使うでしょう。答えは in the kitchen。部屋は囲みなので in。at は一つの点。in は内側。on は接している。今日はこの3つだけ。前置詞のすべてが図で解けるわけではありません。good at のように覚えるところも、次回は上と下の前置詞、over と above、under と below。役に立ったらチャンネル登録をお願いします。次の回でまた。今日はここまで。お疲れ様でした。